月間オーバードーズやってきますちょっと更新頻度が早くねえかっていう決してまとめ撮りしてるわけじゃないですわけじゃないです気になる方は前の動画と見比べてくださいっていうねはい、じゃあね、はい、今日もね USJ から抜け出してきたハリー・ポッターの、偽物なんですけど、ヨドさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日紹介するのはどれでしょうか。はい、アルミアッパーアームですね。アルミアッパーアーム、はい、これですよね。これですね。はい。これもちっちゃく作りましたね。これはミッキーマウスですか。そうですね。まあこれ権利関係大丈夫ですかね。訴えられるんでこれ持ってヨードさん、ディズニーってジャンボーリミッキー踊ってるんだよね、多分。いやそんなことはない。こっそり撮影しますよ、ちゃんと動画で上げていきますんで。そうですか。これね、うち別のオプションパーツで、うちのドライバーのたけしがプロデュースしてる TC ブラケットっていう、アッパーアームの位置を外側へこうオフセットするブラケットがあるんですけど、そういうのを使った時に、よりこう本体を短くしたいっていう、要はアッパーアーム自体を短く使うっていうのがまずあったので、じゃあちょっと極力余計なところは省いて小さく短く作りましょうということでやりました。あ、なるほど、そういう要求があったってことですね。そうですね、ドライバーからそういうリクエストがあったので、アッパーアームをちょっと短くしたいってことはない、その入力をもっと激しく。そうですね、アッパーアームの取り付け自体を外に動かして、で全幅っていうのはもう決まっちゃってるので、その分アームが短くなる。でノーマルだと、要はアッパーアームの取り付け剛性を上げるために、ドットエンドをこう支えるような形になってたんですね。でみんなそこを切って使ったりとか、短くできないのでそこを切っちゃったりとかしてたので、アルミであれば剛性は確保できるっていうことで、今回こういらない部分を削って小さくしたっていう感じですね。でこれはアッパーアーム自体でキャスターが調整できるようになってます。で今これ、1個に見えると思うんですけど、この、オーバードーズって書かれてる部品ですね。この丸いこればらした状態ですよね。でこういう感じで2ピース構造なんですね。この本体とこれがこうはまるんですけど、はまった時に、この間にスペーサーを入れて、でキャスター調整が、そのスペーサーの厚さを変えることでキャスター調整ができるっていう構造に。これいいね、簡単に変えれそうだね。そうですね。でこうやってこう車載状態でも前にこうネジがいるので、もう簡単にアクセスできるので、割と。そっか。そこも考えたんだ。それね、結構ね、このネジが前にあって、こっちからね、そうですね、入れやすいんで、こっちからこうアクセスできるようになってるので、車載状態でも簡単に変えれるようにはなってますね。でネジ1本なんでね、もう本当に簡単に変えられると思います。今ヨウさん、僕のネジが飛んでるって言ってますね。でそれと、あとはこれイモネジで止まってるんですけど、このターンバックルですね。でターンバックルって言っても、本体がネジではなく、刺さってるだけなんですよ。でイモネジを緩めてもらって、でこのターンバックルをターンバックルレンチで回してもらうと、こっち側がネジになってるので。そういうことで、こっち側がネジになってなくて、そこはもう空回りするだけです。こっちだけネジになるっていうね。そうですね。通常だとこっちとこっちと両方ネジだから、例えば M3 の普通のでいくと M3 のピッチがコンマ5のネジだと思うんですけど、そうすると1回転でコンマ5コンマ5で1ミリ長さが変わるんですね。じゃあこれのこっち側は要はこういう感じになってるんだ。こういう感じになってますね。でここにへこみが、溝がぐるっとあるんで、でそこにイモネジがかかるようになってるので抜けないし、その一応回り止めにもなってる。じゃあこっち側では長さ調整はなくて、そうですね、こっち側ボールエンド側で長さを調整するっていうのね。なのでネジがこっちしかないので、1回転でコンマ5しか長さが変わらないんですよ。そういうことだよね。なので割とこう細かく調整がしやすいかなと思うんですけどね。なるほど。
今までね1回転で1ミリ長さ変わっちゃったのが1回転でコンマ5しか変わらないので、じゃあより細かく調整ができるっていうことだね。で、普通の樹脂のバルクにも使えるということだね。そうですね。なるほど。はい。ありがとうございました。